皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？実はスマホを新しくしました。なのでちょっといつもよりカメラが綺麗になったかなと思うんですけど、どうですかね。これからのポッドキャストはこのスマートフォンで撮影するので、今までよりもっと綺麗な動画で日本語の勉強を楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。そして今日のポッドキャストについてなんですけど、今日のポッドキャストでは今までも何回かお話ししたことがある私の悩みですね。私がずっともう実は10年ぐらい悩んでること、そのことについてお話ししたいことがあります。それが何かというと、不眠症です。不眠症。不眠症っていうのは夜眠たいけど寝ることができないことですね。そういう睡眠障害、睡眠の症状があるんですね。寝ることに関する問題があります。で、それだけじゃなくて悪夢、悪い夢にも実は悩まされてて、その悪い夢が原因で頑張って寝ることができたとしても、なんだか夜遅く起きてしまう。朝の3時とか4時とか、そういう変な時間に悪夢が原因で目を覚ましてしまうんですね。そういうことが結構前からあって、多分私の動画を何回か見たことがある方は、私もね、何回もなんかお話ししちゃってたかなって思うので、知ってる方も多いと思うんですけど、とにかく私はその睡眠障害があります。ありました。そう、実は今日はね、この睡眠障害が治ったっていうお話をしたくて、今、ポッドキャストを撮ってます。なので、あんまり暗い話とか、どんよりしたお話じゃないので、皆さんも軽く聞いていってほしいんですけど、とにかく私はこの睡眠障害、不眠症と悪夢を克服したんですね。90%ぐらい治りました。やっぱりこの睡眠障害を100%治すっていうことはすごく難しいんですね。なので私も完全に治ったわけではありません。今もストレスが多い時とかは悪夢を見るし、不安なことがある時は夜寝ることができなくなったりもします。でも基本的には治ったんですね。で、まずなんで治ったかお話しする前に、私がいつから、不眠症があるのか、いつからこういう症状で悩んできたのかっていう話なんですけど、やっぱり10年前ぐらいですね。中学生、高校生ぐらいの時、その時ってやっぱり、学生時代って勉強とか人間関係とか、いろんなことで悩む時期ですよね。私自身も本当にたくさん悩みがあって、ストレスが結構多かったんです。で、どうしても学校に行くのも難しい時期もあって、もうとにかく朝、学校に行くって考えるだけで辛い、行きたくないって思うこともあって、今思うと本当によく休む学生だったんですね。私の場合は、なんだか行きたくないなって思う日が多くて、で、行きたくないなって思ったらすぐに休んでしまう。頑張ってみようかなっていう気持ちもなかったんです。もうとにかく行きたくないから休む。そんな風に過ごしてたんですね。で、そういうのもあって、やっぱりストレスが多い時期、これがきっかけで不眠症が始まりました。どんどん寝ることができなくなって、最初はその不眠症っていう病気すら知らなかったから、ただただ寝れない。もうそれが辛くて嫌なだけだったんですけど、高校生の時にやっぱりスマホをよく使うようになって、寝れないとか Google で調べてたら、不眠症っていう
ワードがあったんですね。不眠症っていう言葉が出てきました。で、それがきっかけで、あ、私は不眠症なんだなって気づくことができて、ここで私は、病院に行こうと思ったんですね。なんかそういう、結構悩みとかも多くて、ストレスとかも多かったり、なんて言うんだろう。メンタルの不調っていうのがすごく多かったので、心療内科って呼ばれるところとか、精神科っていうところ、そういう病院に行こうと思ったんですけど、ただ私がなんで行かなかったのか、なんで10年間も放置していたのかっていうと、日本のそういう病院って予約制なんですね。普通の風邪、咳とか熱が出たとか、そういうのはすぐ病院に行っても待ったら見てくれるんですね。その時間さえ私が待てばお医者さんが見てくれるんですけど、そういうメンタルのこと、心のことの病院は私がもし今辛いからって言って病院に行っても見てくれないんですね。もう帰ってくださいって言われます。予約してください。予約してから来てくださいって言われるんですね。これを予約制って言うんですけど、その予約制の病院が多いんです、日本は。で、しかもその予約制っていうだけならまだしも予約が取れないんですね。そう、私は今まで、何個も何個も病院を調べて予約をチャレンジしたことがあったんですけど、早くても2週間とか、長かったら2ヶ月とか待たないといけなくて、でも2週間、ましてや1ヶ月、2ヶ月なんてしたら、私のメンタルの調子わからないじゃないですか。もしかしたらすっごくハッピーになってるかもしれない。不眠症に悩むこともなく、毎日毎日幸せに生きてるかもしれない。そしたらキャンセルしないといけない。そんな風に考えたら、2週間後、1ヶ月後の自分の心の体調なんてわからないから、なんか予約しない方がいいかなとか思って予約できないまま10年が経ちました。今まで来てしまったんですね。で、他にも周りの人に相談してみたりしたこともあったんですけど、やっぱりこういう心の健康状態、心のコンディションとか、夜寝ることができないとか、悪夢を見るとか、そういうことって周りの人に見えないじゃないですか。自分しかわからない。心の中を覗けるわけじゃないし、別に誰かが私が本当に寝ることができないのかとか、悪夢を見てるのかとか、わからないですよね。だから、周りの人に相談した時に信じてもらえなかったんです。学生の時に、最近寝ることができなくて辛いとか、悪夢を見ることがあるっていう風に話しても、その2時間3時間ベッドに寝転んでる時間、その寝ていること、寝ることができてるっていうことに気づいてないだけで、実は寝てるんじゃないかって言われたんですね。その本当に寝ることができていないんじゃなくて、ただただ寝てることに気づいてない。意識が朦朧として、ぼーっとして気づいてないんじゃないか。そんな風に言われたことがあったんですね。でももちろんこれは別に誰が悪いとかじゃなくて、正直その通りじゃないですか。私が頭ぼーっとしてただけかもしれないし、周りの人が確認できることじゃない心の中も寝ている時も、自分にしかわからない状況だから、私も何も言えなくて、ああ、そうかもしれないね、だけ言って、その話は終わっちゃったんですね。で、やっぱり私がその自分が抱えてる悩みについて話して信じてもらえないっていうことも辛かったけど、何よりもちょっと疲れてしまったんですね。誰かに相談するっていうことが。なんか咳が出るとか熱が出るとか、そういう、骨が折れるとかね、そういう人から見えるものっていうのは私も頼りやすいけど、やっぱり周りから見えないものは人に頼ることもすごく難しくなってしまって、それが原因で
誰かに相談するっていうこともなくなったんです。なのでやっぱり一人で抱え込むようになって、どんどんストレスが溜まっていってしまったんですね。それで、不眠症も悪夢もストレスも全部がひどくなってしまって、で、今までだらだらこの状態を続けてしまってました。でもですね、実はそんな私にも高校の時の友達なんですけど、一人お姉ちゃんみたいな存在がいるんですね。同い年なんですけど、お姉ちゃんみたいで、ありのままの私をそのまま受け入れてくれるというか、あなたはあなたのままでいいんだよっていつも言ってくれている子がいて、で、私がすごく辛かった時とかも何も言わずにそばにいてくれたり、抱きしめてくれたりした子がいたんですね。で、その子とこの前久しぶりに会ったんです。本当に1年ぶり、2年ぶりくらい、かなり久しぶりに会ったんですね。で、それで私もその子にはすごく心を許してるというか、この人になら何でも話しても安心だなって思える人だから、思い切って相談したんです。夜寝れなくて悪夢も見るし、いくら寝ても寝た気になれない、疲れが取れない、そんな相談をしたんですね。で、そしたらその子が、睡眠の質を上げるためのアドバイスをくれたんですね。で、実はその友達はお仕事の関係で、そういう睡眠に関する知識がたくさんあるんですね。どういう時に人間はちゃんと寝ることができるのかとか、どういう時に睡眠の質、クオリティが上がって、逆にどういう時に睡眠の質が落ちてしまうのか、そういうのを科学的なデータに基づいて、ちゃんとした証拠と一緒に教えてくれたんですね。ただただ Google で調べたものとか、ただただ Instagram で見たものとかじゃなくて、ちゃんと論文で書かれてるような、ちゃんとデータが出てるものを教えてくれたんです。で、それを試してみたんですね。もう全部友達が教えてくれたことの中で、すぐに取り入れることができること、すぐに始めることができることを始めたんですね。で、それが何だったかというと、まず3つあるんですけど、1つが温度、2つ目が、ライト、光ですね。で、3つ目が、頭を使わないこと。寝る前に頭を使わない。この3つが大切だよっていうことを教えてくれたんですね。で、まず1つ目の温度なんですけど、これは暑すぎず、寒すぎず、ちょうどいい温度ですね。今は冬なのですごく寒いんですけど、実は私は乾燥が嫌で、空気が乾燥するのが嫌で、ヒーターをほとんど使わないんですね。暖房をほとんど使いません。なので、寝るとき正直すっごく寒くて、手も足もめっちゃ冷たいんですね。本当にやばいですよ、私の手。めちゃくちゃ冷たいの。だから、そう、あんまりこれは良くないみたいで、友達曰く寒い状態で寝るっていうのは、やっぱりあんまり疲れが取れない、睡眠の質を上げるためには良くないっていうことだったので、私は友達におすすめされたように、寝る前まで暖房をつけておいて、で、その1時間後、2時間後とかに勝手に切れるようにタイマーをセットしておく。そういう風にするようにしました。で、さっき言った空気が乾燥するっていうのは私はどうしても嫌なので、ちゃんと加湿器を使ってます。加湿器っていうのは部屋の水分量を上げる機械ですね。シャープとかすごく有名だと思うんですけど、海外でも有名なのかな、シャープって。日本ではシャープがすごく有名で、私はその加湿器を使ってます。で、部屋の温度も上げて、ちゃんと水分もあって、そういう風に自分にとってちょうどいい部屋のコンディションを
作るようにしました。で、二つ目、光なんですけど、これは暖色を使うことです。暖色。暖色っていうのは暖かい色ですね。暖かい色って言ったら黄色とかオレンジとかそういう色がありますよね。私はいつも後ろに見えるかな、黄色のライトがあるんですけど、あれを使ってます。勉強をするときとかお仕事をするときは、白いライト、暖色の逆の寒色って呼ばれる、寒い色ですね。青とか水色とか、そういうライトを使うことが多いんですけど、でも最近はお風呂に入る前に部屋のライトを暖色、黄色のライトにセットしておいて、でもそのお風呂に入ってからベッドに入る、寝る前まではずーっと暖かい色だけを浴びるようにしてます。そう、やっぱりね、これはかなり効果があって、なんか落ち着くんですよね。その眠りに直接関係してるかどうかっていうのは、私はわからないんですけど、本当に心が落ち着く、ポジティブになるというか、悪いことを考えないんですね。なんか温かい気持ちになって落ち着くことができて、ゆったりした雰囲気で夜を迎えることができる。そんな感じのイメージです。で、これが二つ目ですね。で、次、三つ目。これは私が一番興味深かったことなんですけど、何かというと、頭を使わないこと。私は正直いつも寝る前に考え事をしてしまったり、それだけじゃなくて難しい本を読みたくなってしまう。難しい本の他にもポッドキャストを聞きたくなってしまったり、とにかく頭を動かしてしまってたんですね。頭をとにかく動かすことをたくさんしてしまってました。で、その中でも友達曰く一番やってはいけないのは考え事をすること。これはね、私も昔から知ってて、で、気をつけてはいたんですけど、やっぱりどうしても夜に考え事をしてしまう。不安なこととか、ちょっと辛いことがあったら、なんだか、考えることがやめられないんですね。どうやったらうまくいくかなとか、どうやったらもっと楽に生きれるかなとか、ポジティブになれるかなとか、そういう難しいことばっかり夜に考えてたんですね。で、これが本当に良くないみたいなんです。寝る前に頭を動かすっていうことは、睡眠の質を下げてしまうみたいなんですね。で、これを友達に言われてから、私は、やっぱりそうだよなっていうふうに、自分の中でもう一度確認してやめました。できるだけもう何も考えない。ぼーっとする。どうしても本とかポッドキャストを聞きたくなってしまったり、読みたくなってしまったりしたときは、もうすでに聞いたことがあるものとか、すでに読んだことがあるもの、自分にとって簡単なもの、あんまり頭を使わないもの、そういうものを使うようにしてます。それをするようになってから本当にスッと寝れるようになってきたんですね。で、最後に友達がおすすめしてくれた3つのこと以外にも、もう一つ最近私が始めたものがあって、で、これが何かというと、マグネシウム。マグネシウムを取ること。サプリメントですね。私はね、サプリメントがすごく好きで、いつもビタミン C とかビタミン E とか、いろんなサプリを飲んでるんですけど、でもやっぱり何か睡眠を助けてくれるようなサプリがないかなって思って調べていたら、マグネシウムがすごくいいっていうことだったので、一回試してみようと思って、アイハーブで買ったんですね。そう。みんなね、サプリが好きな人なら、アイハーブ大好きだと思うんですけど、そのアイハーブでアメリカのサプリメントを買って、それを毎日飲むようにしてます。そしたらなんか夜寝ることを助けてくれるっていうよりも、日々のネガティブな気持ちがなくなったんですね。毎日ポジティブに考えることができるようになった。明るく過ごすことができるようになりました。
で、正直私はこの4つを全部1つずつ期間を分けて試したわけじゃないから、どれが自分に効果があったとかははっきりわからないんですけど、でも多分ね、全部効いてると思います。全部が組み合わさって、私の不眠症がなくなった、悪夢を見なくなったのかなって思ってます。なので、この4つの、テクニック、睡眠へのアプローチっていうのももちろんそうなんですけど、やっぱりそれだけじゃなくて、友達の優しさにも助けられましたね。友達が私が悩んでることを聞いても、本当に何も一切否定しなくて、そんなことないでしょとか、2時間寝れないわけがないなんて言葉は一切なくて、受け止めてくれたんですね。で、もうそれが私はすごく嬉しかったし、で、受け止めてくれて、アドバイスもたくさんしてくれて、もうすごくいい子なんですよ。私の友達、みんなみんな素敵な人なんですけど、本当に、もうちょっとね、睡眠のお話をしてたのに、友達の話になっちゃうんだけど、本当に私の友達は温かい子が多くて、もう温かい子しかいないの。もうみんな心が温かくて、優しくて、友達思いで、もうね、人としてすっごく素敵なんです。みんなのことを本当に尊敬してるし、みんながね、私のことを大切にしてくれるように、私も大切にしたいなって思うし、もうとにかくとにかく素敵なんです、みんな。もう本当にいい子で面白くて可愛くて、もうすっごく友達には恵まれてるなって思います。前にもお話ししたように、私は友達が多いっていうわけではないし、正直3人だけ、3人友達がいるんですね。でもこの3人はみんなみんないい子で素敵で、私が心の底から信頼できる人、信じることができる人なんですね。そんな感じです、今日の動画は。私の睡眠について、私の不眠症と悪夢についてお話ししました。で、これを克服することができたんですけど、もし皆さんの中にも同じように悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひね、この4つを試してもらえたらいいなと思います。皆さんに絶対効くかどうかはわからないけど、10年間悩んできた私に聞いたので、間違いなく一人は効くと思います。この動画を見ていて、不眠症とか、そういう睡眠障害に悩んでいる人、一人には絶対に効く。それぐらい強い可能性はあると思うので、ぜひ一度何かできることがあれば試してみてもらえたらいいなと思います。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。